患者さんの様子がおかしいんです。血圧が急激に低下し始めて、意識レベルも下がってきています。若い医師の焦った声が病院の廊下に響き渡った。その場にいた俺は壁に身を寄せる。本来なら製薬会社で7年も平社員のままの俺がここにいるはずはない。それなのにこの騒ぎに巻き込まれることになるとは。いつからだ？新薬投与後に血圧が急激に低下し、意識レベルが落ちました。現在心拍も不安定です。そんなはずはない。投与量は確認したのか？指示通りです。でも患者の反応が。看護師たちの慌ただしい足音。医師たちの緊迫した表情。俺はそっと近づき、状況を伺った。血圧がさらに下がっています。40代です。こんなはずでは。このままでは患者さんは。医師たちの声には明らかな諦めが混じっている。モニターの警報音が鳴り続ける中、俺の頭にひらめきが走った。助ける手段はあります。全員の視線が俺に集まる。迷いなく病室に入った俺は説明を始めた。この日を境に、俺の人生は大きく変わることになる。俺の名前は草薙健。桜製薬の営業部で働いて今年で7年目になる。桜製薬は創業60年を超える中堅の製薬会社だ。特に循環器系と抗生物質の分野では国内トップクラスの実績を持っている。最近では海外進出も果たし、アジア圏でのシェアも少しずつ伸ばしている。大学で薬学を専攻していた俺にとって、医薬品は人の命を救う大切な希望だった。だからこそ、正確な情報と適切な薬を医療現場に届けることが営業としての俺の誇りでもある。デスクに到着すると、俺は今日の予定を確認する。午前中は新薬の勉強会。昼からは2軒の病院訪問だ。よーし。俺は深呼吸して資料をカバンに詰め始めた。しかし、そんな俺を呼び止める声がかかった。草薙さん、ちょっといいですか？利根一明が俺のデスクに近づいてきた。まだ入社して4年目だというのに、すでに主任に昇格している彼の声はいつもの通り自信に満ち溢れていた。総合病院の案件どうなりましたか？草薙さんが担当されてましたよね。ああ、あそこか。まだ最終段階だけど。利根は少し顎を上げ、俺を見下ろすような目線を向けた。実は、俺が引き継ぐことになりまして。千鳥部長からの指示です。え？思わず声が出た。あの総合病院は、俺が半年以上かけて、信頼関係を築いてきた取引先だぞ。そんな話聞いてないけど、そりゃあ、平社員には伝わってないでしょうね。利根の言葉には明らかな皮肉が含まれていた。千鳥部長が言ってましたよ。あんたはあまりにも契約を取ってくるのが遅すぎるって。俺なら短期間で契約を取れるだろうって期待されてるんです。だからまあ、これは当然の結果でしょうね。そう言って、利根は俺の肩をポンと叩いた。言葉が喉までせり上がったが、ぐっと飲み込んだ。資料は、ちゃんと引き継ぐよ。俺は精一杯の冷静さを装って答えた。さすが草薙さん。いつも協力的で助かります。利根は満足そうに笑うと、颯爽と千鳥部長の元へ戻っていった。利根くん、早速準備してるね。君なら必ず成功させられるよ。うちの会社の将来を担う人材だよ、本当に。部長の声がフロア中に響き渡る。どうやら彼らは俺に聞こえるようにわざと大きな声で話しているようだった。この間の大型契約も見事だったな、利根くん。はい。まあ病院長と接待ゴルフで意気投合しましてね。その場でうちの薬なら在庫リスクも引き受けますよって大盤振る舞いしたんですよ。利根は得意げに笑う。俺は耳を疑った。在庫リスクを引き受ける？そんなことをしたら病院側は必要以上の薬を発注するかもしれない。結果的に患者に不必要な薬が処方される可能性もある。そんなやり方がまかり通っているのか。喉まで言葉がこみ上げたが、俺は黙って資料の整理を続けた。5年前、似たような状況で千鳥部長に意見したことがある。医療機関への過剰な接待や誇大広告気味のプロモーションについて。患者さんのためになっていないのでは、と進言したのだ。その日から全てが変わった。いつの間にか千鳥部長の視線は冷たくなり、昇進の話が出るたびに俺の名前だけが削除されていった。それから5年間、俺は黙ってきた。何を言っても無駄だ。
声を上げればまた干される。静かに自分の仕事をこなすしかない。ただ、そんな自分が情けなくて仕方がなかった。午後1時半、俺は私立感動病院の玄関に立った。3階建ての清潔感のある建物は、市内でも評判のいい中規模総合病院だった。桜製薬の草薙と申します。本日アポイントメントをいただいております。受付の女性に名刺を渡し、訪問の目的を伝える。少々お待ちください。彼女が内線で連絡している間、ロビーを見渡した。院内は落ち着いた色合いで統一され、ところどころに観葉植物が置かれている。ソファーに座る患者たちの表情は穏やかで、この病院の雰囲気の良さを物語っていた。お待たせしました。矢田野がご案内します。受付の奥から歩み出てきたのは、20代後半と思われる女性だった。黒のスーツに身を包み、きちんと言われた髪が凛とした印象を与える。草薙さんですね。私病院事務長の矢田野京香と申します。彼女は俺に向かって丁寧に頭を下げた。その立ち振る舞いは、どこか気品が漂っている。よろしくお願いします。俺は軽く会釈を返しながら、彼女の名札に目をやった。矢田野とは、この病院の院長と同じ名字だ。京香さんに案内され、俺たちは静かな廊下を進んだ。窓からは中庭が見え、ベンチに座る患者と看護師が談笑している姿が目に入る。この病院は落ち着いた雰囲気ですね。自然と言葉が出た。ありがとうございます。患者さんが安心して治療に専念できる環境づくりを心がけているんです。京香さんの声には確かな誇りが感じられた。こちらです。京香さんに案内され会議室に入った。窓から差し込む柔らかな光が白いテーブルの上に広がっている。俺はカバンから丁寧に資料を取り出し、一枚一枚順序よく並べていった。そして姿勢を正し切り出した。矢田野さん、今日はお時間をいただきありがとうございます。今回ご紹介させていただくのは当社の新薬、アーテリアス G です。これは高血圧治療薬の新世代として開発されたもので、従来の薬剤と比較して副作用の発現率が 43% 減少しています。特に高齢者に多かっためまいや倦怠感の症状が大幅に軽減されました。俺は資料のグラフを指しながら説明を続けた。京香さんは真剣な眼差しで資料に目を通している。また、服用回数も1日1回で済むため、患者さんの服薬コンプライアンスが向上すると考えられます。特に複数の薬を服用されている高齢の患者さんにとっては大きなメリットになるでしょう。俺は一呼吸置いて京香さんの反応を確かめた。彼女は小さくうなずいている。ただし、すべての患者さんに適用があるわけではありません。腎機能に課題のある方や、特定の起用歴をお持ちの方には慎重投与が必要です。その点は、こちらの近畿、慎重投与の一覧をご覧ください。俺は別の資料を取り出した。多くの営業マンなら、こうしたネガティブな情報は後回しにするか、さらっと流すところだろう。だが、俺にとって、それは譲れない一線だった。草薙さん、とても詳しく説明してくださいますね。京香さんの声には少し驚きが混じっていた。医療現場で使われるものですから、いい面も課題も含めて、正確にお伝えするのが私の責任だと思っています。多くの営業の方は、良い部分だけを強調されるんですが、それでは長期的な信頼関係は築けないと思うんです。当社の薬がベストな選択肢でない場合もあります。大切なのは患者さんにとって最適な治療法を見つけることですから。京香さんの目が少し見開かれた。彼女はゆっくりとうなずき、俺の言葉を噛み締めるように静かな表情を浮かべた。実はここ数ヶ月、いくつかの製薬会社から新薬の売り込みがあったんです。どの会社もうちの薬が最高ですというばかりで。でも草薙さんは違いますね。患者さんのことを本当に考えていらっしゃる。ありがとうございます。俺は礼を言いながらも特別なことをしたつもりはなかった。ただ、製薬会社の営業として当然のことをしているだけだ。説明を進めながら、俺は京香さんの真剣な眼差しを感じていた。彼女は時折メモを取り、鋭い質問も投げかけてくる。説明が一通り終わり、京香さんは深く考え込む表情を見せた。草薙さん、大変参考になりました。ぜひ前向きに検討したいのですが、実は私一人では決定できないんです。父、つまり院長に相談して、
医局会議にもかけなければなりません。もちろんです。医療機関での薬剤導入は慎重に進められるべきことですから。俺は理解を示した。実際、即決を期待していたわけではない。では、次回は院長先生も交えて、詳しくご説明させていただければと思います。お忙しいとは存じますが、いかがでしょうか。ありがとうございます。そうしていただけると助かります。京香さんは笑顔を見せた。その表情には、最初に会った時の緊張感はなく、柔らかな信頼の色が感じられた。では、院長先生のご都合も確認して、改めて連絡させていただきます。京香さんはスケジュール帳を開き、2週間後の金曜日の午後を仮予約してくれた。次回はもう少し詳しいデータも持参します。特に長期使用における副作用の追跡調査結果も含めて。ぜひお願いします。父も喜ぶと思います。会議室を出るとき、京香さんは廊下まで俺を見送ってくれた。草薙さん、今日はありがとうございました。久しぶりに誠実な営業の方にお会いできて嬉しかったです。こちらこそ、貴重なお時間をいただき感謝しています。俺は深く頭を下げた。どこか心の奥で温かなものが広がるのを感じた。久しぶりに営業としての誇りを取り戻せたような気がしたのだ。病院を後にする俺の足取りは来た時よりも確かに軽かった。2週間後の金曜日。俺は再び感動病院を再訪した。前回よりも重くなったカバンには詳細な追加資料と臨床データが詰まっている。小雨が降る肌寒い午後で病院の窓ガラスに雨粒が斜めに伝っていた。受付を済ませ、前回と同じ会議室に案内された。扉を開けると窓際に立つ京香さんの後ろ姿があった。彼女は雨に煙る外の景色をじっと見つめている。矢田野さん、こんにちは。俺が声をかけると、京香さんはゆっくりと振り返った。彼女の顔には暗い影が落ちていた。口元は固く結ばれている。どうかされましたか？今日は院長先生もいらっしゃるのでは？俺が尋ねると、京香さんの表情が曇った。彼女はテーブルに戻りながら小さくため息をついた。実は、父に相談したんです。あなたの会社の薬について。でも、薬の選定は医局の仕事で、事務長の私が口を出すことではないと言われました。現場のことを知らないくせに勝手なことをするな。医者でもないのに何がわかるんだと。彼女の言葉に俺は息を飲んだ。そうだったんですね。俺は静かに言った。京香さんは深いため息をついて、ゆっくりと椅子に腰を下ろした。私、この病院では事務長という肩書きで働いているんです。父が診療に専念できるよう、経営面のサポートをすべて任されています。予算管理から人事、設備投資の決定まで。彼女は静かに語り始めた。窓を伝う雨粒が彼女の横顔に揺れる影を落としていた。経営学部を卒業後、大手病院グループで3年間マネジメントを学びました。そこで培った知識を活かし、父の病院に戻ってきたんです。彼女の声には誇りと、どこか切なさが混ざっていた。看護師でも医師でもない私が、医療現場に踏み込むのは簡単ではありません。でも私は、この病院のすべてを把握するよう努めてきました。薬の在庫管理から、各診療科の稼働率、患者さんの満足度調査まで、データに基づいて病院運営を改善してきたつもりです。入院患者さんの名前と顔を覚え、一人一人の状況も把握しています。彼女の声が少し強くなった。けれど、その表情はすぐに曇った。でも結局、私は医療の専門家ではありません。父が見ているものが見えない。薬の効果や治療法の是非を判断できない。そのことにいつも劣等感を感じています。彼女は窓の外に目をやった。父は素晴らしい医師であり、素晴らしい経営者なんです。貧しい家庭で育ち、奨学金で医学部に進み、勤務医時代に少しずつ資金を貯めて、この病院を一から作り上げました。地域医療に貢献するという信念を持って、私はそんな父を尊敬しています。父のように患者さんのために何かをしたい。経営者として病院を支えたい。父の築いたものを守り、さらに発展させたい。それが私の使命だと思っているんです。でも、京香さんの言葉に深い苦悩が滲んだ。でもいつも壁にぶつかる。父にお前に何がわかると言われ続ける。言葉が途切れた。京香さんは両手を強く握りしめ、感情を抑えるように瞬きを繰り返していた。すみません、こんな話。
まだ会って間もない方にするものではないですね。でも、なぜか、草薙さんなら、聞いてくれる気がしたんです。窓の外では、雨がさらに強くなり、ガラスを激しく打ちつけている。俺たちの間に沈黙が流れた。矢田野さん、医療の専門知識があるかどうかは、本当に大切なことですか？俺はゆっくりと口を開いた。京香さんが少し目を見張る。確かに、薬の作用基準や手術の技術は専門的な教育と経験が必要です。けれど、病院を支えるのは医師だけではありません。患者さんが安心して治療を受けられる環境を整えること。スタッフが働きやすい体制を作ること。限られた資源を適切に配分すること。それらは、矢田野さんが今まさにやっていることではないですか？俺は真剣な表情で、京香さんの目をまっすぐ見つめた。医療の専門家でなくても、病院に欠かせない存在はいるんです。むしろ、医師とは違う視点があるからこそ気づけることがある。それは決して医師に劣るものではないんです。専門知識がないことを理由に、自分の意見を押し隠してしまっては何も変わりません。京香さんは少し息を飲んだ。お父様が怒ったのは、単に意見されることに慣れていないだけかもしれない。あるいは、あなたを信頼しているからこそ、高い基準を求めているのかもしれません。大切なのは諦めないことです。そして時には、周囲の空気を読まずに、必要な意見をはっきり言うことも必要です。たとえそれが耳の痛いことでも。京香さんは黙って聞いていたが、その目から涙が溢れ落ちた。俺は慌てて言葉を続けた。すみません。言い過ぎました。矢田野さんのお父様のことも詳しく知らないのに。京香さんは首を横に振った。彼女の唇がかすかに微笑みを浮かべている。いいえ、草薙さん。あなたの言う通りです。彼女は窓の外を見た。雨上がりの空には透明感のある光が差し込んでいた。周りの人たちはみんな、私に気を使っていいことしか言わないんです。院長の娘だからと。でも草薙さんは違う。ちゃんと悪いことも言ってくれる。薬のことも、私のことも、すべて正直に話してくれる。それがとても新鮮で、信頼できるんです。京香さんは深く息を吸い、背筋を伸ばした。その姿勢には決意が現れていた。草薙さん、桜製薬の薬をうちの病院に導入したいと思います。え？予想していなかった言葉に俺は驚きを隠せなかった。彼女は机の上にあった俺の資料に手を伸ばした。父は私が説得してみせます。これらのデータをもとに改めてプレゼンテーションを作ります。データに基づいた説明なら父も耳を傾けるはずです。京香さんの表情にはもはや迷いはなかった。俺は無言でうなずいた。胸の内に久しぶりの高揚感が広がっていた。ありがとうございます。俺も精一杯サポートさせていただきます。京香さんは微笑んだ。彼女が差し出した手を俺はしっかりと握り返した。窓の外では雨上がりの空に虹が大きくかかっていた。梅雨の晴れ間。午後の日差しが窓を通して会議室に降り注いでいた。俺は画面に向かってキーボードを打ち、時折ため息をつく京香さんの顔を見やる。どうですか？このグラフの見せ方は。デスクに広げられた資料の山を前に、俺はノートパソコンの画面を彼女の方へと向けた。膨大な資料の山は、俺たちが1週間かけて集めたものだ。医療現場からの声、退院での導入事例、副作用の詳細なデータなど、すべて事実に基づいた情報ばかりだった。このデータだけだと父を説得するには少し弱いかも。このデータ、もう少し詳しく見せられないでしょうか。京香さんは眉間にシワを寄せながらグラフの一角を指した。それは長期服用における安全性のデータだった。わかりました。当社の臨床試験では70歳以上の高齢患者群にも特別な調査を行っています。そのデータを追加しましょう。俺たちは再び作業に没頭した。京香さんが病院の運営データを提供し、俺が製薬会社の立場から科学的根拠を示す。二人三脚で最強のプレゼンテーションを作り上げていく。ふと、京香さんが声をかけてきた。草薙さん疲れてませんか？もう3時間以上。休憩なしで作業してますよ。大丈夫です。こういうの好きなんで。言葉が出てから少し恥ずかしくなった。だが、京香さんは小さく微笑んだ。私も好きです。こういう作業。彼女の笑顔に俺も思わず頬が緩んだ。草薙さん、ずっと気になってたんですけど、どうして製薬会社に入ったんですか？
予想外の質問に俺は少し考え込んだ。そして正直に答えた。祖父の影響が大きいと思います。俺の祖父は地方の小さな病院で医者として働いていました。その祖父が言っていたんです。薬は魔法のようなものだって。正しく使えば命を救い、間違えれば命を奪う。だからこそ誰が何のために使うのかを常に考えなければいけないって。俺は祖父のように医者にはなれなかったけど、薬を通してなら同じように人を助けられると思って。懐かしい記憶が蘇り、俺は少し微笑んだ。京香さんも小さく笑った。不思議ですね。私たち違う立場なのに、根本的なところでは同じことを考えているんですね。え？私も父の姿を見て育ち、同じように医療に携わりたいと思いました。でも、私は父のように医師になる才能はなかった。それでも、自分なりのやり方で患者さんの力になりたくて、今の私があるんですから。窓の外では、夕焼けが徐々に色を失い、街灯が一つ二つと灯り始めていた。二人だけの空間で、時間がゆっくりと流れていく。彼女の言葉に俺はうなずいた。よし、続きをしましょうか。俺は意を決したように椅子に座り直した。京香さんも真剣な表情に戻り、資料に向き直る。だが、その空気は先ほどまでとは少し違っていた。肩の力が抜け、俺たちの間に流れる空気は穏やかで心地いいものに変わっていた。時折、目が合うたびに小さな微笑みが交わされる。夜が更けていく中、俺たちは黙々と作業を続けた。数日後、俺は会社のオフィスに早めの時間に到着した。今日は京香さんと院長にプレゼンテーションをする日だった。約束は午後3時。それまでにデータの最終確認と資料の印刷を済ませておきたかった。デスクに着くなり、俺はノートパソコンを開いて昨晩完成させたプレゼン資料を確認し始めた。データの精度、グラフの見やすさ、ページの流れ、すべてが完璧だ。この資料があれば、きっとヤタの院長も納得してくれるはずだ。よし、これで。印刷ボタンを押そうとした瞬間、背後から嫌な声が聞こえてきた。おはようございます、草薙さん。朝から熱心ですね。振り向くと、利根が颯爽とした足取りで、フロアを横切り、こちらに向かってきていた。彼は、俺のデスクの前に立ち止まると、にやりと笑った。実は昨日、感動病院のヤタの院長と話してきたんです。俺の心臓が一瞬止まった気がした。驚きました？ゴルフで知り合いになったビジネスパートナーの紹介でね。ヤタの院長とはすぐに意気投合しましたよ。で、契約も決まったんです。アーテリアス G を導入することになりました。机の上の資料が一瞬揺れたように見えた。俺の頭の中が真っ白になる。嘘だろ。嘘なんかついてどうするんですか？草薙さんって本当に世間知らずですよね。ビジネスってのはデータやプレゼンじゃなくて人間関係で決まるんですよ。利根は肩をすくめた。これが大人のやり方ってやつですよ。いつまでも学生気分で正しいこと、患者さんのためなんて言ってたら一生出世できませんよ。彼は俺の肩を軽く叩いた。その手の感触が何とも不快だった。彼はクスクスと笑いながら千鳥部長のデスクに向かって歩き出した。部長おはようございます。昨日の件ご報告します。千鳥部長は利根を見ると満面の笑みを浮かべた。おー、利根くん、どうだった？バッチリです。契約は今朝方、ヤタの院長から正式な返事をいただきました。やったな。さすが利根。うちの会社の期待の星だよ。千鳥部長は立ち上がり、利根の肩を力強く叩いた。それにしても利根くん、ここ最近の成績はますます素晴らしいな。このままいけば、次の昇格人事でいい知らせがあるかもな。ありがとうございます。期待に応えられるよう、さらに頑張ります。俺はただ呆然と、その光景を見つめていた。京香さんとの1週間、二人で作り上げた資料、すべてが水の泡になったのだ。電話をかけなければ、今すぐ京香さんに連絡して、状況を説明しなければ、俺は震える手で携帯電話を取り出した。しかし、このまま電話で済ませるわけにはいかないと思った。直接会って、すべてを正直に話さなければならない。デスクに置いていた資料をすべてカバンに詰め込み、フロアを出ようとする俺を、利根の嘲笑う視線が追いかけていた。外は雨が降っていた。俺は感動病院の玄関に立っていた。俺の頭の中は、京香さんにどう伝えるかという思いでいっぱいだった。草薙さん。俺の名前を呼ぶ声に顔を上げると、京香さんが微笑みながら立っていた。白いブラウスに黒のスカート。いつもよりも少しフォーマルな装いだ。もちろん、プレゼンテーションのためだろう。
その思いに胸が痛んだ。どうしたんですか？約束の時間にはまだ早いですが。少しお話があるんです。実は、言いかけたその時、館内放送が流れた。ヤタの事務長、至急4階ナースステーションまでお願いします。繰り返します。京香さんは申し訳なさそうな表情で俺を見た。すみません。ちょっと休養が入ってしまいました。すぐに戻りますので、会議室でお待ちいただけますか？はい、もちろん。彼女は小走りで去っていった。俺は会議室へと向かった。だが、扉に手をかけようとしたとき、中から声が聞こえてきた。まあ、そういうことで、明日には入金されるよ。心配ないさ。低く渋い声。ヤタの院長のものだ。俺は思わず立ち止まった。香港の口座経由でお願いしますよ。そうすれば全く問題ありません。今度は電話の向こうからの声。その声に聞き覚えがあった。利根だ。わかっている。私だって初めてじゃない。こういうことは証拠が残らないようにしないとな。では、アーテリアス G の件は、明日から正式に導入手続きを進めましょう。他のスタッフには、厳正な審査の結果と説明しておきます。ああ、それで構わない。娘にも同じように言っておく。彼女は少し理想主義すぎてね。こういうことを知ったら、きっと反対するだろう。では改めて確認ですが、アーテリアス G の導入と引き換えに、5000万円が明日、お約束の口座に振り込まれると。院長が少し咳払いをした。ああ、そうだ。それと、年間契約更新のたびにボーナスがつくということも忘れるな。もちろんです。お互いウィンウィンの関係ですから。ではまた連絡します。通話が終わった。俺はその場に凍りついたように立っていた。今聞いたのは間違いなく、リベートの取引だ。扉が開き、ヤダの院長が出てきた。彼は俺を見ると、一瞬驚いた表情を浮かべた。桜製薬のものか。何をしている？その鋭い視線に、俺は思わず一歩後ずさりした。ヤタノさん、京香さんと約束があって、彼女が戻るまでここで待つように言われたので、俺は何とか取り繕った。不自然な笑みを浮かべながら。そうか。そう言って、院長は立ち去った。その背中が廊下の向こうに消えるまで俺は動けなかった。ようやく会議室に入ると、椅子に崩れるように座り込んだ。頭の中が真っ白になる。どうしよう。俺はつぶやいた。さっき聞いてしまったことを、京香さんに伝えるべきだろうか。彼女が父親を尊敬していることは知っている。知れば、彼女の心はきっと引き裂かれる。だが、黙っていることは共犯者になることと同じだ。何より、この薬が適切に使われなければ、患者の命に関わる問題になりかねない。草薙さん、お待たせしました。扉が開き、京香さんが入ってきた。俺は震える声で言った。ヤタノさん、話があります。今日のプレゼンはできなくなりました。どういうことですか？今朝、会社で知らされたんです。うちの利根という社員が、すでにヤタの院長と直接交渉して、アーテリアス G の契約を結んだと。京香さんの目が見開かれた。でも、父は何も言ってませんでしたよ。おそらく、あなたには言わないようにしていたんでしょう。京香さんの目が見開かれた。俺は、深く息を吸い込んだ。ヤタノさん、言いにくいことなんですが、あなたのお父様、不正に関わっているかもしれません。彼女は一瞬で凍りついたように動かなくなった。その顔から血の気が引いていくのが見て取れた。何を言っているんですか？その声は震えていた。俺は手のひらに汗をかいていた。それでも一度決めたことだ。引き返すわけにはいかない。さっき、この会議室で偶然聞いてしまったんです。お父様と利根の電話での会話を、アーテリアス G の導入と引き換えに5000万円もの金額が裏で動くような会話でした。香港の口座経由で証拠が残らないように、一言一言が重い鉛のように俺の口からこぼれ落ちる。彼女は首を横に振った。草薙さん、それは誤解です。きっと別の話をしていたんですよ。そうに決まってます。ヤタノさん、私も信じたくありません。でも、はっきりと聞いたんです。京香さんは突然立ち上がった。失礼ですよ。父は尊敬に値する医師です。この病院を一から作り上げた人なんです。不正なんかするはずありません。あなたのこと信じていましたけど、言っていいことと悪いことがあります。私も信じたくありません。だからこそあなたに。もういいです。京香さんの声が会議室に響き渡った。彼女の表情は怒りに満ちていた。草薙さん、帰ってください。そして、二度とこの病院に来ないでください。その言葉は
氷のように冷たかった。俺の胸に突き刺さる。わかりました。俺はゆっくりと資料を片付け始めた。京香さんは窓の外を見つめたまま、もう俺を見ようとしない。俺は何も言わず、病院を後にした。外では、雨はさらに強くなっていた。肌寒い風が頬を打つ。今日のことで、京香さんとの関係は完全に壊れてしまった。だが、それ以上に心配なのは、裏取引によって導入されるアーテリアス G のことだった。本来なら優れた薬だが、正しい使い方がされなければ、患者にリスクをもたらす可能性もある。このまま引き下がるわけにはいかない。京香さんのために、そして何より患者たちのために何かできることを考えなければ。深いため息をつきながら、俺は雨の中を歩き始めた。あれから1週間が過ぎた。毎晩、俺は京香さんに電話をかけようと携帯を手に取っては、結局、何も言えずに切ってしまう。あの日の彼女の怒りに満ちた表情が、未だに脳裏から離れない。雨上がりの午後、俺は一つの決断をした。感動病院へ行こう。もう京香さんとは会えないかもしれないが、せめて病院の様子を見ておきたかった。俺はスーツではなく、普段着のジーンズにシャツという姿で病院に向かった。桜製薬の営業としてではなく、一般の訪問者として紛れ込むためだ。感動病院の玄関に入ると、ロビーの受付には数人の患者が並び、ソファーエリアでは家族らしき人たちが静かに話し合っていた。俺がロビーの一角に腰掛けたとき、エレベーターからヤタの院長が現れた。白衣姿の彼は数人の医師たちと何やら真剣な表情で話し込んでいる。院長先生！突然、一人の若い医師が駆け寄ってきた。その息は上がり、額には汗が浮かんでいる。マイタさんの様子がおかしいんです。血圧が急激に低下し始めて、意識レベルも下がってきています。院長の表情が一変する。いつからだ？アーテリアス G 投与後に血圧が急激に低下し、意識レベルが落ちました。現在心拍も不安定です。医師の報告に院長の顔が硬くなる。俺も医師の口から出てきた薬の名前に息を飲む。そんなはずはない。投与量は確認したのか？指示通りです。でも患者の反応が。院長は白衣をなびかせて606号室へと急ぐ。俺はそっとその後を追いかけた。院長が606号室に到着すると、別の医師が院長に告げる。血液検査の結果です。肝機能の数値が異常です。それと腎機能も。その時、俺の頭にひらめきが走った。近畿事項に記載されていたケースだ。アーテリアス G で血圧が急激に下がるケースは、臨床試験でもほとんど報告されていない。ただし、腎機能に問題のある患者には、通常の半分以下の量から始めるべきとされていた。普通量で投与すれば、体内で代謝されず、血中濃度が急上昇し、急激な血圧低下を引き起こすのだ。廊下が騒がしくなる。医師たちが焦った表情で行き来し、看護師たちが機器や薬品を運び込んでいる。血圧がさらに下がっています。40代です。看護師の声が部屋から飛び出してくる。院長の顔色が変わった。その時、エレベーターのドアが開き、京香さんと利根が飛び出してきた。二人とも顔を青ざめさせており、俺には気づかず通り過ぎていった。お父さん、どうなっているの？京香さんは病室のドアから中を覗き込む。院長は利根を見ると、怒りに満ちた目で睨みつけた。お前、腎機能障害のある患者への投与量について、なぜ詳しく説明しなかった？利根はたじろぎ、両手を上げた。それは、資料にはすべて記載されているはずです。私の責任ではありません。見落とした院長が悪いんでしょ？なんだと？命に関わることだぞ。製薬会社として、そういうことは前もって説明しておくべきじゃないか。院長の怒声が廊下に響く。看護師が再び部屋から顔を出した。先生、心電図の波形が崩れています。院長は急いで部屋に戻った。俺も少し近づき、開いたドアから中の様子を伺う。モニターの数値が次々と下がっていき、警報音が鳴り続けている。どうしよう、通常の治療では効果がない。このままではマイタさんは。若い医師がつぶやいた。その声には明らかな諦めが混じっていた。ベテランらしき医師もかぶりを振るだけだ。廊下に立つ京香さんと利根は、ただ青ざめた顔で状況を見ている。俺は壁に身を寄せながらも内心は激しく動揺していた。このままでは患者の命が危ない。俺は一歩前に踏み出した。助ける手段はあります。俺の声が部屋に響き渡る。全員の視線が一斉に俺に向けられた。京香さんが驚いた表情で俺を見る。草薙さん。俺は迷いなく病室に入った。モニターには
舞田さんの命の危機を示す数値が表示されている。血圧38。心拍数が急激に下がり、不整脈の波形が現れていた。アーテリアス G は腎排泄型の薬剤ですが、特殊な代謝経路があります。腎機能が低下している場合、薬物は肝臓の特定の酵素系で代償的に代謝されようとしますが、それも機能不全なら体内に蓄積し続けます。院長と医師たちが俺の言葉に耳を傾けている。まず第一に、活性炭の経口投与が効果的です。まだ腸管内に残っている薬剤を吸着します。次に、アルブミン製剤の投与です。アルブミン。若い医師が聞き返した。はい。アーテリアス G は結晶タンパクとの結合率が 97% 以上と高い特性があります。アルブミンを大量投与することで、有利型の薬物を結合させ、毒性を一時的に軽減できるんです。俺の頭の中で大学時代に学んだ薬物動態学の知識が次々と蘇ってくる。それに加えて、ベータ遮断薬のエスモロールを微量投与してください。アーテリアス G の副作用で起こる心筋への直接作用を相殺できます。ただし、エスモロールの投与量は通常の半分から始めてください。そして5分おきに血圧を見ながら調整を。俺はカバンからノートパソコンを取り出し起動する。ここに開発段階での詳細なデータがあります。特に腎機能障害患者での緊急時対応のプロトコルです。正式な添付文書にはない開発時の内部データです。画面にグラフと数値表が表示される。俺はそれを医師たちに見せながら説明を続けた。さらに重要なのはカルシウム拮抗薬の併用です。アーテリアス G はカルシウムチャネルへの作用も持っているため、ニカルジピンを 0.5mg から開始し、徐々に調整してください。若い医師が俺を疑わしそうに見た。そんな使い方、添付文書には。臨床試験の第2層で同様のケースがありました。添付文書への記載は見送られましたが、緊急時には有効です。即座に答える俺を院長が見つめた。本当にそれで大丈夫なのか？はい。俺はしっかりとうなずいた。やってみよう。院長の決断に医師たちが即座に動き出した。活性炭が準備され、アルブミン製剤が点滴台にかけられる。俺はパソコン画面に集中し、最適な投与量を計算し始めた。エスモロールは 0.1mg で開始し、反応を見ながら 0.05mg ずつ増量。アルブミンは 25% 製剤を 50ml ボーラス投与後、10ml で持続。俺の指示に従って処置が次々と行われていく。モニターの数値は一進一退。血圧が一時的に上昇したかと思えばまた下がる。しかし、波形の乱れは少しずつ安定していった。心拍が戻ってきています。看護師の声に部屋の緊張が少し緩んだ。俺は再びパソコンのデータを確認しながら言った。もう一つ試してみましょう。アーテリアス G はアドレナリン受容体にも弱い作用を持っています。この場合、アルファ作動薬のフェニレフリンが効果的です。ただし、通常量の3分の1から始めてください。院長は眉を潜めたが指示を出した。フェニレフリン 0.1 で開始。5分が過ぎ、10分が過ぎた。モニターの数値がゆっくりと、しかし確実に回復していく。血圧が60台に戻り、心拍も安定し始めた。これは効いているのか？院長の声には驚きが混じっていた。はい。アーテリアス G の特殊な薬理作用を逆手に取った治療法です。開発段階で起きた副作用事例から導き出された対処法です。さらに30分が経過した。モニターのアラームが止み、安定したリズムを刻み始めている。血圧は80台まで回復し、心拍も正常な波形を取り戻していた。危機は脱したようです。ベテラン医師の声に部屋に安堵の空気が広がった。医師たちの表情が明るくなり、看護師たちもようやく肩の力を抜いた。草薙さん。京香さんが俺の名前を呼んだ。その瞳には涙が光っている。助かりました、本当に。俺はただ小さくうなずいた。喉まで込み上げてくる感情を抑えながら、院長が俺に近づいた。そして低く頭を下げた。ありがとう。君がいなければ、舞田さんの命が失われていた。本当にありがとう。俺は再びモニターを見た。安定した波形が舞田さんの命が救われたことを証明していた。舞田さんの容体が安定してから3日が経った。感動病院の会議室には重苦しい空気が漂っていた。テーブルを囲んで座っているのは、矢田の院長、京香さん、そして病院の医療安全管理委員会のメンバーたち。俺も桜製薬の一員として呼ばれていた。
医療安全管理委員長の白髪の医師が口を開いた。彼の前には分厚い資料が積まれている。前田空さんの急性血圧低下事案について、原因究明のため緊急調査を行いました。結果をご報告します。委員長はメガネを上げ、資料を開いた。まず、アーテリアス G の導入過程に重大な問題があることが判明しました。その結果、桜製薬の利根仁明氏から、矢田の院長宛てのメールが見つかりました。そこには、契約の詳細及び特別謝礼についてという件名で、販売促進費名目の5000万円が香港の口座に振り込まれる旨が記載されていました。委員長は一枚の書類を取り出した。それはメールのプリントアウトだった。衝撃的な言葉に部屋中が息を飲んだ。京香さんの顔が蒼白になる。さらに、情報管理についてという段落では、製薬の製品の副作用情報については最小限にとどめ、院内スタッフへの説明は簡略化するとの記述も見られました。つまり院長先生、あなたは患者の安全よりも金銭的利益を優先し、安全情報を意図的に隠蔽した疑いがあります。委員長は厳しい表情で院長を見つめた。部屋に重い沈黙が降りた。院長はうつむき、肩を震わせていた。お父さん、これは本当なの？京香さんの声は震えていた。その目には悲しみと怒りが入り混じっている。院長はゆっくりと顔を上げた。すまない。最初は病院の経営改善のためだった。新東建設の資金が足りず、どうしても大きな支援が必要だった。利根から通常の形では難しいが、別の形でなら大きな支援が可能と提案されて、だが、それは言い訳に過ぎない。医師として病院長として、私は最低の裏切り行為をした。院長の顔には深いシワが刻まれている。委員長が咳払いをして話を続けた。利根仁明氏については、すでに連絡を取りましたが、出張中とのことで連絡が取れていません。しかし、メールの往復記録と通話記録から、彼が主導的に不正なリベート提案を行い、安全情報を意図的に隠蔽した証拠が揃っています。俺は黙って聞いていたが、胸の中では怒りが渦巻いていた。利根のような人間が製薬会社の営業として患者の命を軽視する行為は絶対に許せなかった。医療安全委員長は資料を閉じた。以上の調査結果を受け、当委員会は以下の措置を提言します。1つ、アーテリアス G の使用即時中止。2つ、矢田の院長の職務停止と病院倫理委員会への調査委託。3つ、桜製薬に対する損害賠償請求の検討。そして4つ、今回の事件の警察への通報です。厳しい言葉が会議室に響いた。委員長は黙ってうなずくだけだった。会議が終わると、俺は廊下に出た。頭の中は複雑な思いで満ちていた。これで全てが終わったわけではない。むしろ、これからが本当の始まりなのかもしれない。草薙さん？背後から呼ぶ声に振り返ると、京香さんが立っていた。彼女の顔は疲れ切っていて、目の下にはクマができていた。それでも、その姿勢は以前と変わらず、凛としている。少しお話ししてもいいですか？彼女の声はかすかに震えていた。もちろんです。俺たちは無言で歩き、病院の中庭に出た。小さな噴水のそばのベンチに腰掛けると、しばらく沈黙が続いた。雨上がりの空気が潤いを含み、花々の香りがかすかに漂っている。平和な景色とは裏腹に、俺たちの心は重かった。本当に申し訳ありませんでした。草薙さんの言葉は全て真実だった。なのに私はあなたを追い出しました。京香さんの目から涙がこぼれ落ちた。俺は黙って彼女の横顔を見つめていた。責める気など毛頭なかった。それどころか、彼女の苦しみを少しでも分かち合いたいという思いで胸がいっぱいだった。私、患者さんのことを第一に考えているつもりだった。この病院のことを誰よりも理解しているつもりだった。でも実際は、ただ父を盲信していただけ。京香さんは自重気味に笑った。その笑みには深い悲しみが滲んでいる。俺は静かに口を開いた。矢田野さん、誰だって盲点はあります。特に大切な人に関しては。でも、それで患者さんが危険にさらされたんです。前田さんはあと少しで命を落とすところでした。彼女は顔を両手で覆った。肩が小刻みに震えている。俺は静かに彼女の横顔を見つめた。涙に濡れた方には後悔と自責の念が深く刻まれている。心の奥底から湧き上がる苦しみが彼女の全身から溢れ出ているのが
痛いほど伝わってきた。俺はゆっくりと息を吸い、そっと口を開いた。矢田野さん、あなたが本当に守りたいのは、患者さんの笑顔と病院でしょう。今からでも遅くありません。正すべきは正しましょう。京香さんが、ゆっくりと俺を見上げた。俺は、彼女の目をまっすぐ見つめ、言葉を続けた。確かに、事実を知らなかったことは言い訳になりません。でも、知らなかったからこそ、これからどうするかが大事なんです。あなたはどうしたいんですか？矢田野さんは、この病院をどうしたいんですか？京香さんの唇が震えた。彼女は深く息を吸い込み、両手で顔を拭った。その仕草には、どこか決意のようなものが見え始めていた。私は、患者さんが安心して、治療を受けられる病院にしたいです。スタッフ全員が誇りを持って、働ける場所にしたい。彼女は、ゆっくりと立ち上がった。その背筋は、再び伸び、肩の力が抜けていた。顔には、涙の跡が残っているが、目には強い光が宿っていた。父に正面から向き合います。真実がどれだけ辛くても、それから目を背けることはしません。この病院を作った父の思いと、患者さんの信頼、そして働くスタッフたちの誇り、すべてを取り戻す。それが私の責任です。院長の娘だからではなく、矢田野京香という一人の人間として。彼女は深く息を吸い、空を見上げた。雨上がりの青空が俺たちを優しく包み込んでいる。俺は立ち上がり、彼女の横に並んだ。一人じゃありませんよ。俺も患者さんのために、この病院のためにできることをします。一緒に正していきましょう。俺は静かに言った。京香さんは俺を見つめ、小さく、しかし確かな笑顔を浮かべた。ありがとう、草薙さん。彼女が差し出した手を、俺はしっかりと握った。梅雨明けを告げるセミの声が響く7月中旬の午後、桜製薬の会議室は異様な緊張感に包まれていた。長いテーブルの一方には役員たちが厳しい表情で並び、反対側には神妙な面持ちの俺と法務部のスタッフが座っている。窓からは眩しい陽光が差し込み、テーブルの上に広げられた書類の山を照らしていた。その書類の一つ一つが、利根と千鳥部長の不正行為を裏付ける証拠だった。これらが全ての証拠書類です。感動病院との間で交わされた非公式契約書、5000万円の裏金に関する指示メール、そして香港の口座の入出金記録、全て利根仁明と千鳥捜索が主導した不正取引の証拠です。俺は静かに切り出した。声を震わせまいと拳を強く握りしめる。役員たちは資料に目を通しながら時折顔をしかめている。社長が眉間にシワを寄せて口を開いた。草薙くん、これらの資料はどこから入手したのかね？はい。一部は感動病院の矢田野京香事務長から提供されたものです。残りは医療行政監視委員会が行政調査で押収した資料です。彼らは先週、感動病院への立ち入り調査を実施し、すでに調査報告書を作成しています。テーブルの上には青いファイルに閉じられた行政調査の報告書が置かれていた。その表紙には、医薬品不正取引に関する緊急調査報告と書かれている。さらに問題なのは、これが単発の事案ではないということです。俺はもう一つのファイルを開いた。それは、俺が1週間かけて徹夜で調査した過去の不審な契約のリストだった。過去2年間で少なくとも6つの医療機関との間で同様のパターンが見られます。いずれも利根がプライマリー担当で千鳥部長が承認者となっています。資料を読み進める役員たちの表情が次第に厳しさを増していく。会議室の空気は凍りつくほど冷たくなっていた。社長がゆっくりと立ち上がった。その顔には深い失望と怒りが刻まれている。草薙くん、君の勇気に感謝する。こんな不正が我が社で行われていたとは。社長の声には重い責任感が滲んでいた。先ほど連絡があったが、利根と千鳥は現在、検察の任意聴取に応じているそうだ。当社としても、彼らの行為を断じて容認できないことを明確にするため、今日付で懲戒解雇とする。さらに、感動病院とその患者さんたちへの補償も必要だろう。特に舞田さんのようなケースは、当社の責任が明らかだ。俺は黙ってうなずいた。社長は真剣な表情で続ける。そして草薙くん、君を本日付で営業改革推進部の部長に任命する。社長の言葉にどよめきが起こった。ずっと
平野営業マンだった自分が突然部長職に抜擢されたのだ。俺も驚きのあまり声が出なかった。今回の一件で改めて社員の勤務状況の調査をして判明した。草薙くんは7年間真摯な営業活動を続けてきた。彼が守り続けてきた誠実さこそが当社の本来あるべき姿だ。これからの再出発に際し、彼のリーダーシップで新たな営業スタイルを確立していきたい。俺は会議室を見渡した。これから向き合うべき課題の大きさを思うと胸が締め付けられる思いだった。だが同時に、これまで自分が信じてきた道が間違っていなかったという確信も湧いてきた。承知しました。私の信念を曲げることなく、この重責を果たしていきます。スーツの襟元を正し、俺は背筋を伸ばした。窓から差し込む陽光が一瞬だけ眩しく感じられた。初秋の風が感じられる9月の朝、新設された営業改革推進部のオフィスは忙しさの中にも充実感が満ちていた。部長、今週の新規契約報告です。入社2年目の若手が笑顔で書類を手渡してきた。ありがとう。ここ最近増えてきたな。俺は資料に目を通しながらうなずいた。不正事件後、多くの医療機関が桜製薬との取引に慎重になった。だが今では新たな経営方針と透明性の高い営業スタイルが徐々に評価され始めていた。部長、医薬品安全情報研修の準備が整いました。ありがとう。全営業担当が必ず受講するように。俺の提案で始まったこの研修は、営業担当者が医薬品の安全性情報を正確に理解し、医療機関に伝えるためのものだ。単なる売り込みではなく、医療パートナーとしての専門性を高めるための取り組みだった。デスクの上には先日届いたメールの印刷物があった。そこには全国の主要医療機関から集められた桜製薬に対する信頼度調査の結果が記されている。グラフの線はこの3ヶ月で着実に上昇していた。草薙部長、社長からお呼びです。秘書の声に俺は立ち上がった。社長室のドアをノックし、中に入ると、そこには見慣れない顔ぶれがいた。草薙くん来てくれたか。こちらは医薬品業界団体の皆さんだ。今日は特別な要件でね。社長が嬉しそうに紹介する。団体の理事長が立ち上がり、俺に向かって深々と頭を下げた。草薙部長、私どもからお願いがあります。業界全体の信頼回復のため、医薬品営業倫理委員会の立ち上げを計画しております。ぜひ、記者の改革経験を生かして、委員長をお引き受けいただけないでしょうか。俺は一瞬言葉を失った。たった半年前までは万年平社員として日々の数字に追われていた自分が今や業界全体の改革を任されようとしている。光栄です。お引き受けします。私たちの仕事はその命と健康を守ること。それが私の信念です。俺の言葉に部屋の全員が静かにうなずいた。午後、俺は感動病院の玄関に立っていた。病院の外観は変わらないように見えるが、中の空気は確実に変わっていた。受付の看護師たちは丁寧に応対し、患者たちの表情にも以前より安心感が漂っているように感じられた。お待ちしておりました、草薙さん。ロビーで声をかけてきたのは京香さんだった。俺は軽く会釈した。京香さんは小さく微笑み、奥へと案内してくれた。深い木目のドアを開けると、そこには矢田の院長の姿があった。シワが深くなった顔には疲れと後悔の色が濃く刻まれていた。背筋は曲がり、白衣ではなく灰色のスーツを着ていた。草薙くん、わざわざ来てくれてありがとう。院長は立ち上がり、深々と頭を下げた。京香さんに促され、俺たちはテーブルを囲んで腰を下ろした。窓の外ではイチョウの葉が風に揺れ、黄金色の光が部屋の中に差し込んでいた。まず最初に謝罪させてほしい。私は医療機関のトップとして最低のことをした。患者さんの命よりも金銭と自分の地位を優先した。そのことでマイタさんをはじめ多くの患者さんを危険にさらしてしまった。取り返しのつかないことをしてしまった。院長の声が詰まった。彼はハンカチを取り出し、目元を押さえた。その肩が小刻みに震えるのが見えた。京香さんは黙って院長を見つめていた。院長は再び顔を上げ、俺をまっすぐに見つめた。だからこそ私は責任を取る。来週の理事会で正式に院長職を辞任する。医師免許の一時停止処分も受け入れる。すべての責任を負うつもりだ。彼の声にはもはや迷いはなかった。草薙くん、君がマイタさんを救ってくれなければ、私の過ちはもっと取り返しのつかないものになっていた。心から感謝する。
彼は再び深く頭を下げた。室内に重い沈黙が流れる。やがて、院長はゆっくりと京香さんの方を向いた。京香、お前にも謝らなければならない。お前が誇れる病院を作るはずが、こんなことになってしまった。京香さんは黙って父親を見つめた。お前は物心ついた頃から、この病院のことを愛してきた。学生の頃から経営のことを勉強し、大手病院グループでの経験も積んで、この病院のために戻ってきてくれた。なのに俺はお前の真摯な気持ちを踏みにじってしまった。彼は娘の手をしっかりと握った。京香さんの目から静かに涙がこぼれ落ちた。京香、俺が忘れてしまった本当の医療の心をお前は忘れていない。だから理事会では暫定委員長としてお前を推薦するつもりだ。もちろん最終決定は理事たちの判断に委ねるけれど。京香さんの目が大きく開かれた。私にできるかな？お前ならやれる。俺以上にずっと立派な委員長になれる。俺は二人のやりとりを黙って見守っていた。窓から差し込む秋の陽光が父と娘の横顔を優しく照らしていた。冬の柔らかな日差しが感動病院の大会議室を明るく照らしていた。院内スタッフや地域の医療関係者、患者代表など100名ほどが集まる中、京香さんは壇上に立っていた。彼女の背筋はまっすぐに伸び、表情には緊張と決意が入り混じっていた。俺は会場の後方に立ち、彼女を見守っていた。理事会での厳しい議論を経て、京香さんが暫定委員長代理に就任することになったのだ。本日、皆様の前で、このような形でご挨拶させていただくことになり、身の引き締まる思いです。京香さんの声はすがすがしく、会場に響き渡った。彼女の黒のスーツ姿は、凛々しく、以前よりも一層自信に満ちた佇まいを感じさせる。この数ヶ月、感動病院は大きな試練を経験しました。患者様の信頼を裏切る行為があったことを、改めて深くお詫び申し上げます。彼女は深く頭を下げた。その姿に会場の空気が引き締まる。しかし、この試練は私たちに多くのことを教えてくれました。医療機関として最も大切なものは何か、それは患者様との信頼関係です。京香さんは一人一人の顔を見渡しながら言葉を続けた。今後、感動病院は内部システムを一から見直します。薬剤の導入プロセスから医療安全管理体制、情報公開の仕組みまで、すべてを透明化し、患者様が安心して治療を受けられる環境を整えていきます。スクリーンには患者ファースト宣言と書かれたスライドが映し出された。そこには具体的な改革プランが5つの柱で示されていた。さらに、地域の皆様との対話を重視していきます。隔月で地域医療を考える会を開催し、地域の皆様からのご意見を病院運営に活かします。どんな小さなお声も大切にし、より良い医療サービスの提供を目指します。会場からは温かな拍手が湧き起こった。特に看護師たちの表情が明るい。彼女たちは日頃から京香さんの誠実な仕事ぶりを見ていたのだろう。矢田野さん、私たち看護部も全面的に協力します。看護部長が立ち上がり、力強く宣言した。彼女の言葉に多くのスタッフがうなずいている。ありがとうございます。皆様の力なくして病院の立て直しはできません。これからは垣根を越えてそれぞれの専門性を活かしながらチームとして取り組んでいきましょう。京香さんは深く頭を下げた。その姿からはどこまでも強く揺るぎない決意を感じさせた。会場の人々が退出し始めた後、俺は京香さんの元に向かった。彼女は俺の姿を見つけると小さく微笑んだ。草薙さん、来てくださってありがとうございます。素晴らしいスピーチでした。俺は心からそう伝えた。いえ、まだ始まったばかりです。これからが本当の試練です。私がこの病院を本当の姿に戻します。患者さんが安心して治療を受けられる場所に、スタッフが誇りを持って働ける場所に。彼女の言葉にはもはや迷いはなかった。京香さんならきっとできますよ。俺の言葉に彼女は優しく微笑んだ。ありがとうございます。でもこれからも桜製薬さんの力を借りることになります。特に草薙さんの。彼女は少し頬をあからめた。会議室には俺たちだけが残され、静かな時間が流れていた。京香さん、俺は小さく息を吸った。この数ヶ月間、心の奥で温めてきた思いをもう抑えきれないでいた。あなたといると、いつも心が落ち着くんです。
最初は営業として仕事として関わり始めたけれど、いつの間にかあなたの強さと優しさに心を奪われていました。京香さんの目が少し見開かれた。彼女の方の赤みが深まるのが見て取れる。草薙さん、私も同じです。あの日父のことで苦しんでいた私に、はっきりと悪い点を指摘してくれた。そして、立ち向かう勇気をくれた。私は草薙さんを見て初めて気づいたんです。本当の強さとは何か、誠実に生きるとはどういうことか。京香さんはゆっくりと俺に近づいた。俺はそっと彼女の方に触れた。京香さん、これからの道は決して平坦ではないでしょう。でも、君と一緒なら。はい、二人なら、きっと乗り越えられます。彼女の目は、まっすぐに俺を見つめていた。その瞳には、もう迷いはなかった。俺たちの間にあった小さな距離が自然と縮まっていく。そして、優しく唇が触れ合った。新しい一歩を一緒に踏み出しましょう。京香さんの言葉に、俺は小さくうなずいた。はい、一緒に。俺たちは再び手を取り合った。窓辺に立つ俺たちの影が、日の光に照らされて、一つに溶け合い、静かに伸びていった。人は時に真実から目を背け、楽な道を選びたくなる。俺も何度もその誘惑に駆られた。しかし、真実と向き合い、誠実に生きることで得られる信頼は、どんな近道よりも価値があるものだ。京香さんも同じ道を選んだ。尊敬する父親の罪と向き合い、病院を守るために立ち上がった。その勇気が彼女を本当の意味でのリーダーに育て上げた。これから二人で歩む未来は決して平坦ではないだろう。それでも誠実さと正義を忘れなければ必ず道は開ける。そう信じている。